おっさんアクアです。この考察動画は僕の思考の説明です。ご了承ください。考察編第4回目は魚についてです。と言ってもまだ2種類しか飼育したことないんで、こういう魚がいいとかこんな風に飼いましょうなんて話はちょっとおこがましいですよね。なので僕がスネークヘッドを選んだ話、そして本編でも触れた水量との関係性、これは機材選びにも関係があることですね。そして肉食魚と水についての話、最後に初めてアクアリウムをするときに自分好みの魚を探す方法っていう僕なりの考え方をお話ししようと思います。アクアリウムを始めるとき、推計も想像が膨らみますが、何の魚を飼おうかってのもすごく悩むところですよね。調べれば初心者でも簡単なみたいな情報はたくさん出てきますが、前回の水草の話と同様に、その教えは参考程度にしか見てません。簡単な魚を飼育しても、自分が愛情というか情熱を持てなければ、難易度以前にアクアリウムそのものが面倒になってしまうと僕は思ったからです。アクアリウムは購入して終わりじゃないって考えてるからですね。僕は愛情や情熱を注げるとき、あと自分に役割があるときっていうのはすごく幸せなことだと思ってます。だからメンテナンスが大変とか手間がかかるっていうのをあまり消極的に考えてないわけです。で、これは人それぞれ大事にするものが違うし、考え方も違うんで、あくまでも僕はっていうことですね。なんでこんな話をしてるかっていうと、それが僕が肉食魚でレイアウト水槽をしている向き合い方でもあるからです。ちょっと一番最初の頃に戻って、最初魚を調べてるとき、単に淡水魚っていうことでいろいろな魚の写真を見てました。本当にもやっと20センチくらいの魚だったらいいなっていうのはあったんですけど、まず何も知らない僕にとって一体どんな魚を飼育できるのかっていう知識がほとんどありません。その中で一番最初にもうこれいいじゃんって思ったやつがあって、それがピラルクです。ちょっと笑いながらこれ聞いててください。で、魚の形もそうだし、こう、尾ひれに向かって赤く染まってく感じとか、優雅でいてこう、力強い、その姿にね、すごい惹かれたんですよ。じゃあ、これ、どうやって飼育するんだって調べた時に、もうすぐ撃沈しました。これもう皆さん分かってると思うんですけど、ピラルク、平気で2メートル超えちゃうんですよ。プールレベルの環境がないともう絶対ダメですよね。で、もうこれは無理だってことで、こう、そういう細長い体をした魚を探し始めます。そうすると、すぐにアロワナっていうのを見つけました。すごいいいなって思ったんですけど、観賞魚としてのなんかこう雰囲気にすごい申し訳ないんですけど、入りづらさを感じてしまったんですよ。で、その流れで肉食魚の水槽をいろいろ見ている時に最高に惹かれる魚種を見つけることになります。それがスネークヘッドです。一番最初に気になったのがチャンナバルカっていうやつでした。で、これね、もう本当に素晴らしかったです。ですが、このチャンナバルカがすごい希少な魚で入荷が少ない上に1匹もう30万超える値段がするんで、ちょっとね、初めての僕には手が出せないですよね。その他にもスネークヘッド全般調べてると、とっても僕が惹かれる魚種なことは分かったんですが、同時に飼育環境も考えていかないと、これ決めらんないぞって思い始めます。例えば同じスネークヘッドでも20センチくらいのレインボースネークヘッドと50センチ超えるバイオレットスネークヘッドではもう全然大きさが違うんで、飼育環境も変わってきますよね。で、ここで初めて僕はすごい迷うことになります。それは魚のサイズに対してどのくらいの大きさの水槽を用意すればいいのかっていう悩みです。で、これよく質問でも目にしますよね。この魚は何センチ水槽で飼えますかみたいなやつです。で、その迷いってかなり奥が深くて、自分の生活環境にもすごい影響が出る話なんですよね。どこまでの大きさの水槽を用意すればいいのかよくわかんないんですよ。で、もちろん水槽が大きくなればお金もすごいかかってくるし、何より大きい水槽って一旦設置したら気楽に場所移動ができないんですよね。でも後戻りできないってことです。この辺がすごい悩みどころでした。調べれば結構解説は出てくるんですが、ギリギリ60でもいけるとか、
できれば90は欲しいみたいな、ちょっとね、曖昧な話が多いように見えたんですよ。なので、何センチなら大丈夫とかっていう考え方ではなくて、部屋の環境を変えないで、最大何センチ置けるのかっていうのを最初に確定させてしまいました。じゃないと、この辺を少しどかしてみたいなことを考え出しちゃうと、もう迷いどころがあっちゃこっちゃ出てきちゃって、もう全然考えが固まんないんですよ。なので、部屋は変えず、最大何センチの水槽が置けるのかっていうのを決めてしまいます。僕の場合、それは90センチまででした。初めての僕には結構大きい部類に入る水槽なんで、それにするにはちょっといろいろ迷いもありますよね。この辺の話は一番最初の動画で説明してます。とにかく90センチの水槽を限度とする。それ以上のサイズが必要な魚は除外する。これだけでもかなり考える起点がはっきりしてきますよね。そして選べるスネークヘッドの種類も限定されてきます。大まかに言えば20センチくらいか30センチ前後の種類になってきます。そして水槽のサイズを考えるときに、魚がターンするためには奥行きがあった方が楽に泳げるっていう考え方がね、すごく腑に落ちました。そうすると20センチスネークヘッドだと45センチ水槽、30センチスネークヘッドだと60水槽っていう選択肢になります。それなら90センチより少し小さいサイズでいけそうだって思い始めるんですが、一つ大事なことを忘れてるのに気がつきます。それは水槽にレイアウトをして水形を作りたいっていうことです。定称に砂利入れたり、石とか流木、それらをかなりの量水槽に入れることになりますよね。物を入れれば入れるだけ実際の水量は減ってくわけです。特にレイアウト水槽でよく見かけるのは、奥に向かって定称を高くしてって、でさらに大きな石とかをたくさん入れたりしてます。でそうすると60センチ水槽でも実際に中に入ってる水量は45センチのベアタンクと大して変わらないくらいっていう結果もありえますよね。そう考えると、魚のサイズだけで決めないで、レイアウトするなら実際に入ってる水量をなるべく確保するために、もうワンサイズ大きい水槽を選んだ方がいいっていう風に考えるようになりました。これで20センチスネークヘッドなら60センチ水槽、30センチスネークヘッドなら90センチ水槽っていう2択になって、で結果は動画の通り90センチ水槽っていう選択になったんですけど、この魚と水量の関係、よく魚1センチに対して1リットルの水量が基準になるっていう話を目にしました。これはあくまでも目安であって絶対的な基準値だとは思ってませんが、確かに僕みたいな初心者には分かりやすい目安なんですよね。ですが先ほどの通り、レイアウト素材が入ると実際の水量が減ります。なので水槽の容積から魚の数を決めてしまうと、先ほどの目安より過密な状態で飼育することになってしまいます。水量が少ないんでね。過密飼育の何が良くないかっていうのは、同じ水量と期間で考えると悪い成分の上昇が早くなるっていうことだと思います。つまり変動値が大きくなるってことですね。でもこの過密状態、これを前提に考えておくのは良いことなんじゃないかと僕は考えました。つまり想定より汚れても機材とかは対応できるようにしておくっていう感じですね。そうすると30センチスネークヘッドに30リットルでは水量が足りないっていうことになります。では2倍の60リットルではどうでしょうか。これなら1センチの魚に2リットルってことになります。で、水量としては良さそうなんですが、僕はレイアウトを作る予定です。そうなると排泄物が溜まりやすかったり、水草のための栄養分も入れるってなると、もっと水量があった方が安心だと思いました。じゃあ最初の目安から3倍の90リットルではどうでしょうか。1センチに対して3リットルです。これならかなり余裕を持った水量が確保できてるんじゃないかなと僕は考えました。ってなると、レイアウト水槽で30センチのスネークヘッドを買うには120リットル以上の容積がある90センチ水槽が一番いい選択だと考えました。実際の水量に関してはアク抜きの時に計測してたことを23番目の動画で触れてますんで、ぜひご覧ください。そしてよく目にする肉食魚は水を汚すっていうことにもちょっと触れておきたいと思います。レイアウト水槽に肉食魚が向かないっていう話にもつながってきます。で、これは体が大きいんで食べる量も排泄も多いからだっていうことだと思います。
あと、生き餌なんかを入れてれば、こう、ぐわーって食い散らかした時に水がすごい汚れそうですよね。だけどこれ皆さんどうですかね？なんかちょっと僕は違和感を感じてしまうんですよ。例えば体の大きさは、30センチのスネークヘッドがいたとします。体が大きいって言われる、その比較対象の魚は何なんだって思うんですよ。それがカージナルテトラだったとします。確かに比較したらスネークヘッドの方が体大きいですよね。だから肉食魚は水を汚すんだってことにはならなくないですか？だって先ほどの1センチ1リットルの話で言えば、5センチのカージナルテトラの水量は5リットル、30センチのスネークヘッドなら30リットル。まずこれが飼育の前提としてあるわけで、この水量比を同じ起点として考えないと比較ができなくないですか？逆に水量を同じにして、つまり水槽が同じで比較するならば、例えば魚の体積が同じくらいになるように数を合わせてから汚れ具合を測らないと、どのくらい汚し方に違いがあるのかわからないと思ってしまうんですよ。この話って結局、小さい魚を飼うときって何匹も水槽に入れてアクアリウムを楽しむ人が多いように僕には見えたんです。そっちの方がいいとか悪いとかって話じゃないですよ。で、これは、給餌のやり方も当然影響してきますよね。そう考えると、肉食魚だからっていう仕分けじゃなくて、例えば燃費がいい魚とそうでない魚とか、これはつまり同じ餌の量に対してどのくらい排泄するかってことですね。で、あとはゆっくり食べる魚と一気に食いつく魚のような感じで分けていかないと、水を汚すっていう観点から見た飼育方法もすごい曖昧になってきちゃうと思ったんですね。そしてそれも全然サイズの違う魚を1対1で比較してたら、実際にアクアリウムを楽しむ完成形からはこうかけ離れた比較方法になっちゃいますよね。このことが正直腑に落ちなくて、僕はレイアウト水槽でスネークヘッドを飼育するっていう道に自分で踏み出した側面もあります。そして最後に、もしまだアクアリウムを始めてない人がどんな魚にしようかって迷ってるとしたら、ちょっと生意気なんですけど、僕がおすすめする方法が一つあるんで、その話をさせてください。で、こんな時代なんで、当然やっぱりネットでいろいろ調べちゃいますよね。初心者向けにおすすめされてたり、好きな動画配信の人が紹介してたり、もちろんそういうのもすごく有益だと思うんですけど、僕が一番おすすめするのは、ショップに直接足を運ぶことなんですね。経験者の人からしたら、なんだよそんなことかよって感じだと思うんですけど、でもね、初めての人間にとって、ペットショップって特に熱帯魚だけ扱ってるショップって、結構入りづらいんですよ。で、僕自身は、初めての人と話すのも苦手じゃないし、行ったことない場所でも結構スッて行ける方なんですけど、そんな僕でもね、ちょっと難易度高めでした。なんかね、ちょっと寄せ付けない雰囲気っていうのがあるんですよね。で、これは店構えがどうこうっていうんじゃなくて、なんかネットで、家族連れで来ててマナーがなってねえとかっていうのを見たりとか、あと、いざ中に入ってみると、なんかちょっとマニアみたいな人が、すごい存在な言葉遣いで、店員さんに自分のアクア論とかをね、長々語ってるのを見ると、なんかやっぱこういう世界なのねとかね、ちょっと思っちゃうんですよ、やっぱり。でも多分、ショップの人は、興味があって来てくれてるなら、基本は嬉しいと思うんすよ。ギャー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 騒いだり、水槽を叩いたりとかしなければね。で、これなんでショップをおすすめするかっていうと、ネットの画像とか映像で見てるのと、やっぱりね、生って全然違うんですよ。で、何が違うかっていうと、実物大で動いてるのを見ると、色とか模様の印象っていうのがね、全然違うんです。写真とかで見ると、色もなんか単色で、模様がほとんどないと、なんかもっと派手なのがいいなとかって思ったりする場合もあると思うんですけど、これがね、実際に見てみると、ものすごい小さい魚が、単色でね、バシッと発色してたりすると、めちゃくちゃ綺麗なんですよ。で、これ逆に、写真ではすごい綺麗に見えても、実物見てみると、すごいもう小さすぎて、肉眼であんまりよくわからないっていうこともね、あったんですよ。これちょっと僕の老眼もあるかもしれないですけど、この辺は、実物見ないと本当にわからないところだし、ショップではいろいろな魚を用意してるんで、受動的に知らない魚に出会えるっていうのもすごい大きいです。なんかめっちゃ綺麗な魚いるんだけどこれ何みたいな、印象で学べるっていうことですね。だから入りにくいかもしれないけど、初めてだからこそいろいろなショップに実際に足を運ぶのが一番いいと僕は思いました。
で、スタッフさんに声かけられても、ちょっとこれからアクア始めようと思って、実際の魚をいろいろ見に来たって言ったら、多分買わなくても、いろいろ教えてくれると思うんですよ。少なくとも、僕が行った10軒くらいのショップでは、皆さんそうでした。カッコつけたりしなければ、すごいね、みんな優しかったです。なので、ぜひね、ショップに行ってみてください。以上が、僕の魚に対する考察になります。次回はレイアウトについてです。いくつかお話ししたいことがあったんで、それを動画にしようと思います。で、もちろん、レイアウトのコツとか、これならかっこよくなるよみたいなそういう話じゃないのは先にお伝えしておきますね。それでは、また。